おはようございます。内田です。はい、朝の7時半ということで、今日は以前動画でも紹介した日本最大級のアートイベントデザインフェスタの初日でございます。会場はおなじみの東京ビッグサイトでございます。今回はこの2日間の様子をお届けします。はい、無事に入場しました。結構やっぱ出店者さんも朝早くから設営など準備していますね。で、デザフェスは西館と南館を使ったかなり大きいイベントとなっております。今回のライブペイントブース E201 に到着しました。ここで2日間ライブペイントを行います。はい、荷物は宅急便で送っていたのでこちらも回収してスペースに戻ります。今回使う画材ですね、だいたいこのようなものを使っています。あとパネルの大きさが高さ 2.1× 横 3.6 メートルの大きさですね。これは毎回固定です。はい、カメラマンの友人が来たので動画を撮ってくれていました。これはまだ会場前なんですけども、いつもね入場した時にも漫画のコマがある程度あった方がいいかなと思って会場前に 2,3 コマすでに書いている状態です。はい、無事に開場しました。やっぱりイベントに出るとね、直接お話できたりこうやって交流ができるので本当に大切な瞬間かなといつも思います。本当にありがとうございます。はい、ではここからは初日のタイムラプスをご覧ください。書き始めはだいたい9時ぐらいで、書き終わりが午後6時ですかねぐらいまで作業していました。で、内容はちょっと自分が漫画家志望時代だった時の話とかを書いています。で、あと人生初めて、ライブペイントでペンキを書きました。で、初日のこれ多分5時ぐらいなんですけど、もうね最後の方のコマまで進んでいるので、今回過去最速ですねの速さで進んでおります。ライブペイントで漫画を描いています。イラストでポストカードの物販でやってますので、ぜひお近くでご覧ください。撮影不明な大関係です。はい、デザフェス1日目終了です。かなり進みがいい感じで、ちょっと一安心という感じですね。はい。リポビタン D を注入して朝起きました。やっぱり一日中立ちっぱなしなので、下手するともう当日の夕方には、筋肉痛が来てたり、割と肉体的な疲労がどうしてもデザフェスは起きますね。はい、気持ち的には初日がやっぱ一番辛いというか、締め切りがね、どうしても漫画を私はライブペイントで描いているので2日間で巨大な漫画を完成させないといけないという締め切りが存在しているので、初日にどこまでね進められるかっていうのがかなり肝にはなってくるんですが、今回ね初日にかなり進んでいたので2日目は割と気持ちに余裕があった状態で来ることができました。進みがね遅い時は本当に残業といって、デザフェスは夜の7時までやってるんですけども、初日は次の日の搬入もあるのでちょっと遅くまで残ることができるので、進みが遅い場合は結構ギリギリまで残ったりして書いてることが多かったですね。でもやっぱ年々書くのは早くなってますね。これは本当に面白いなと思います。
初めて出た時はもう2日目も6時ぐらいまで帰ったんですが、最近は余裕ができたので、こうやって薄墨で、トーンみたいな表現もできるまでになりました。いつかね、フルカラーは難しいと思うんですが、カラーをもっと増やしたいなと思います。はい、ではここから2日目のタイムラプスです。2日目は残り、2コマだったんですけども、さっき言った通り薄墨で濃淡つけたり、今回初めてかな、ワンポイントで色も塗る作業を残していたので、割とぴったり予想通りっていう感じですね。一応目標が15時終わりだったので、だいたい15時半ぐらいに今回完成となりました。はい、無事に終わって本当にホッとしました。うるせえ。デザフェス2日目終わりました。はい、改めまして完成です。私は2015年5月のデザインフェスタから、出展をしていて、今回で第15話目ですかね。トータルでは17回多分出ているとは思うんですけど、漫画自体は15話となっています。で、漫画の内容はこれですね、漫画家志望だった私がどうして巨大な漫画を描く活動を始めたかっていうのを改めて、漫画ライブペイントで描かせてもらいました。やっぱデザインフェスタで初めて私の作品見る方とかも多いので、改めて私がどういう人間かというか、どういういきさつでこういうことをしているかっていうのをちょっと改めて知ってもらいたいなと思って、今回このような内容にさせていただきました。今後もデザインフェスタには参加していきたいと思いますので、ぜひね、見かけた際はよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。